シェア畑ひもんや3丁目菜園アドバイザーの西川です。今日は玉ねぎ栽培の11月後半の作業についてご紹介します。この時期の栽培は玉ねぎの収穫個数に大きな影響の出る重要なポイントがあります。今日はぜひやっていただきたいポイントについてご紹介します。最後に質問にも回答いたしますのでぜひご覧になってください。それでは行ってみましょう。こちら現在の玉ねぎ畑の状況です。こちらは約2週間ぐらい前に玉ねぎの苗を植えたところです。かなりのものが活着してきていますが、ご覧いただいたように1つ2つ3つが風に吹かれたせいでしょうか、抜けてしまっています。こちらの方はやや枯れてきたような感じがあります。このような苗を放っておいても収穫には結びつきませんので、植え替えが重要になるということです。それではポイントを紹介します。1つ目は植え替え作業です。先ほどの枯れた苗、これを植え替えていきます。こちらにホームセンターで購入した新しい苗がありますので、これを植え付けていくようにします。まず枯れた苗を取り除いて穴を少し広げて、いろいろな苗がホームセンターに売っていますが、これは小さなセルトレーに入っています。すでに根が巻いてきていますので少し外しにくかったですが、これを植え付けていきます。しっかり植えたら土寄せをします。これで完了です。こちらの飛ばされてしまったところにも植えていきます。しっかりと土寄せをして活着させるようにします。玉ねぎは一つの苗で一つの玉しかできませんから、このように苗の状態を見ながら飛ばされたようなところ、枯れてしまったようなところ、害虫被害に遭ったようなところは必ず苗を植えていくようにしましょう。これで収量が大きく変わってきます。2つ目のポイントは予備苗を準備しておくということです。植え替えなどが今後も必要になる可能性がありますので、玉ねぎの苗を仮にどこかへまとめて植えておきます。栄養分が豊富な場所はそのまま大きくなってしまうので避けた方がいいです。最終的には遅くとも12月初旬までには植え替えを完了して、場所が見つからないようであればプランターに植えてみましょう。畑の片隅でこのように肥料の入っていないようなところ、邪魔にならないところに予備の苗をまとめて植えておくことで、いつでも植え替えに対応できるということになりますので、このような場所を選んで仮植えをしていただきたいと思います。3つ目は過失の防止です。玉ねぎは過失状態が苦手なので、栽培中の土壌の状態をよく観察してください。長雨で水がたまる場合は排水などをして、なるべく根に空気が取り込まれるように対策していきます。水はけが悪い畑はこのようなドリルを使って改善する作業ができます。実際に土壌を見てみますと、こちらの畝間はかなり湿っていて、長雨が続くと水たまりになる可能性がありますので、こちらの方に排水のための穴を掘っていきたいと思います。それではやってみます。このように穴を掘っていきます。だいたい4、50センチも掘り進めば粘土層に突き当たると思いますので、粘土層に突き当たればそれで水はけの改善が期待できます。粘土層に近づいたようですので、この程度で十分かと思います。この後できれば腐葉土やもみ殻などを入れて水の流れる道を確保しておいてください。4つ目は風対策です。もし苗がひ弱なら冬の強い風に飛ばされてしまうこともあります。これを防止するために防虫ネットを設置して落ち着くまで風対策をしておきましょう。冬場の間はかけたままでも OK です。こちらの畝は隣の畝の防虫ネットで風が防がれているので今はかけておりません。今後成長度合いを見ながら必要に応じて防虫ネットをかけていきたいと思います。それでは暴風対策のために防虫ネットを張っていきましょう。まず段ボールを約60センチ間隔で設置します。両端は少し外側に倒して差し込んでください。逆ハの字に、横から見たら逆ハの字になるような感じになります。真ん中の部分は
まっすぐに差し込んでいただいて問題ありません。段ポールが設置できたら防虫ネットをかぶせていきます。防虫ネットは真ん中に青い線が入っていますので、それが上になるようにしてください。先ほど少し傾けましたので弾力でピンと張りました。このようにすることで風に対する対策も万全になります。玉ねぎ類は害虫には強いので、今回は風よけの対策で防虫ネットを使っています。ですからあえて裾を土でカバーするという必要もありません。防虫ネットがピンと張っていれば風の対策になりますので、しっかりとトンネルパッカーをつけておいてください。これで完成です。強風対策にも十分耐えられると思います。それでは質問コーナーです。こちらの玉ねぎの動画にコメントをいただきました。唐辛子焼酎液は、アルコール度数が高ければ高いほどいいのでしょうか、というコメントをいただきました。アルコール度数があまり高くてもよくはないと思います。やはり果実酒を作る焼酎、ホワイトリカー、約25度のアルコール度数のものが適していると思います。あまりアルコール度数が高いと希釈した時に唐辛子成分もたくさん希釈されてしまいますので、考え方としては25度程度の焼酎を使っていただくのが最適かと思います。今日は玉ねぎ栽培の11月後半の作業について紹介しました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いします。瀬谷畑ひもんや3丁目菜園アドバイザーの西川がお送りしました。それではまた。